痛感するように学びました。マツケンです。今回は僕が小学生の時に買ったこのメガドライブ2の音質に落胆した思い出話をしたいと思います。動画の最後ではこのメガドライブの1と2の音質比較もします。時は遡ること1993年頃、当時僕は小学校高学年という遊び盛りの頃で、当時仲の良かった T 君という友達がいまして、当時のゲーム機の事情はスーパーファミコン全盛期で、自分を含めて周りの人も大抵スーパーファミコンあるいはファミコンは持っているという状況だったんですが、その T 君という人はスーファミなどの任天堂系のゲームは一切持っておらず、唯一持っているゲーム機がメガドライブという人だったんですよね。そんな T 君の家に遊びに行ったある日のこと、T 君がメガドライブでソニック・ザ・ヘッジホッグ2というゲームをプレイしていたんですが、そこで無敵になった時に流れてきた音楽に聞き覚えがあって、あ、これはイトーヨーカドーのゲームコーナーとかによくあるニュー UFO キャッチャーで使われてる音楽じゃんという感じに、それをきっかけにメガドライブのソニックの音楽とニュー UFO キャッチャーの音楽と強く意識するようになって、それぞれが好きになりました。話は変わってですね、当時東急というお店のおもちゃ売り場にメガドライブの私有機が置いてあったんですね。で、そこではメガドライブ版のぷよぷよがプレイできる状態になっていました。当時僕の知っている範囲でメガドライブが存在している場所は T 君の家か東急のおもちゃ売り場というところで、その東急ではその地域の子供たちがプレイしているメガドライブのぷよぷよを眺めるというようなこともよくやっていました。そんなこんなでメガドライブやソニック・ザ・ヘッジホッグに憧れを抱くようになって、当然欲しいなというような気持ちになったんですが、その時に買ってもらえたのは携帯型ゲームであるゲームギアとゲームギア版のソニック・ザ・ヘッジホッグ2だったんですよね。そのいきさつの詳細は覚えていないんですが、どうやらゲームギアという機種もあって、そのゲームギアでもソニック・ザ・ヘッジホッグ2ができるというところで、メガドライブ一式を揃えるよりかは値段的にも規模的にもコンパクトに済むからという理由もあったかもしれないんですけれども、とにかくゲームギアとゲームギア版のソニック2は手に入れることができました。しかしそのゲームギア版の電源を入れたら、まず聞こえてくる音が全然違ったんですよね。ゲームギアはファミコンのようないわゆる区形派サウンドで、メガドライブは FM 音源というそれよりは豪華な音だったわけです。今はもう気になるゲームがあれば検索して映像や音を確認することも簡単にできる時代ですけれども、当時は気になるゲームがあっても小学生がそれを調べる方法はせいぜい雑誌に載っている写真やその攻略本の写真を見るぐらいしかできず、その時の小学生の自分にとってはゲームギアという未知のものがどういう音を奏でるかとかよく分かっていなかったわけです。でもせっかく買ってもらったというところでゲームギア版のソニック2もそれなりに遊びました。そして東急で眺めていて憧れのあったぷよぷよについてもゲームギア版があるということで、その後にゲームギア版のぷよぷよも手に入れることができました。このぷよぷよについてはゲームギア版もメガドライブ版と曲自体は同じなんですよね。でも音やアレンジなどは憧れのメガドライブ版とは程遠いもので、それでも一応家でぷよぷよの音楽が味わえるということでゲームギア版のぷよぷよはかなり遊びました。余談なんですけれども、僕は人生で一度だけ雑誌の検証に当たったことがありまして、月刊ファミコン通信攻略スペシャルという週刊のファミ通ではなく月刊のファミ通でゲームギアのぷよぷよが当たったことがありました。これはその時の画像です。ただこれ実はすでに持っていた後だったのでダブってしまうことにはなったんですけどね。ということで家ではゲームギア版のぷよぷよをプレイしつつ、東急に行っては憧れのメガドライブ版もプレイするようになりまして、当時はそこの地域の大体同じくらいの年の子たちに混ざって順番に対戦モードをプレイするというような感じだったんですが、家でのゲームギア版のぷよぷよの練習の成果もあって堅牢性は低いものの大体 6,7 連鎖は安定して出せるようになっていたんですね。でそれを彼らに披露したら羨望の眼差しを受けまして、その後彼らとは仲良くなって週末になったら東急に行って彼らとぷよぷよの対戦モードをもう2時間とか3時間とかやるような時期がありました。今思うとそんな時間を我々で占めていてよかったのかなと思いますが、そこのお店はあまり他のお客さんも多くはなくて店長も黙認してくれているというような雰囲気がありました。でそのぷよぷよの対戦モードで流れるトーイオブぷよぷよという曲があるんですけれども、もうその曲は何時間も聴き続けていたので、そのゲームの中では一番のお気に入りとなっておりまして、人が少ない時にはその私有機で一人でプレイしたりもしていたので、一人用の曲も含めてメガドライブ版のぷよぷよの音楽全般がすごく好きになりました。そんな過ごし方をしていた時にですね、ついにメガドライブを買ってもらえるということになりました。その1993年という年はちょうどメガドライブの廉価版であるメガドライブ2という新製品が発売された時期でして、もちろんメーカーとしては廉価版とは言わないわけで新製品として捉えていて、よく分からずにメガドライブの1も2もそんなに変わらないだろうと、この新しい方のメガドライブ2とぷよぷよをついに手に入れることができました。でこれを持って帰って家の今のテレビにつないで電源を入れた時の光景は今でもよく覚えています。ついに憧れのメガドライブ版ぷよぷよが家でできるぞと。と
ころが電源を入れてすぐに違和感を感じてしまいました。ここでメガドラ1で起動したぷよぷよとメガドラ2で起動したぷよぷよそれぞれをご覧ください。ぷよ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 音の違いが分かりましたでしょうかね。後で改めて比較もしますけれども、メガドラ2は音が割れてるというかかすれてるというか、明らかにメガドラ1より音質が劣っていたんですよね。もう本当に最初は不良品かと思ったぐらいで、このメガドライブ版ぷよぷよはサウンドテストで音楽を聴くことができまして、こういうのって覚えてるもんなんですよね。タイトル画面で A、A 左 B、B 左 C、C と押すとチャリーンっていう風に音が鳴って、その後にオプション画面に入るとサウンドテストができるようになっています。このサウンドテストではよく音楽を聴いたものですが、他の曲を聴いてみてもなんか違うぞというところで、例えばチェンバロ系の音色とか顕著ですかね。この曲とかは違いが分かりやすいかと思います。で、大好きな対戦モードの曲「東洋部ぷよぷよ」もメガドラ2では随分としょぼい感じになってしまいまして、もうこの時はせっかく買ってもらったのにという気持ちも相まって相当落胆しましたね。まずゲームギアでメガドライブとは全然違うという体験をして、その後メガドラを手に入れてさえもメガドラ2はメガドラ1とは全然音質が違うという体験をして、この経験を小学生の時点で味わったことで、一見同じような機種であってもそのバージョンの違いによって得られる体験は全然違うということを痛感するように学びました。これをこじらせると同じゲーム機を前期版後期版みたいにいろいろと集めるようになってしまうわけなんですけどね。その後についてはメガドラ1への憧れを抱きつつメガドラ2をプレイするというような日々が続いていたんですけれども、その数ヶ月後ぐらいですかね、父親が会社の人からメガドラ1の本体とソフト10本ぐらいのセットをもう使わないということで5000円ぐらいで売ってもらうという機会がありまして、最終的にはこのメガドライブ1も手に入れて理想的な音質で音楽を味わえるようになりました。もうこれは本当に嬉しくてですね、よくこのメガドラ1をラジカセにつないで好きなゲームのサントラのカセットテープを自作したりしていました。これは1994年の元日撮影の実家のホームビデオのキャプチャーなのですが、ラジカセにつないでいるメガドライブ1が映っています。ということで、小学生時代のゲーム音楽に関する個人的な思い出話でした。最後にこのぷよぷよとソニック1を用いてメガドラ1とメガドラ2の音質比較をしてみたいと思います。ちなみに僕はこのノーマットという携帯型メガドライブも所持しておりまして、これは海外でしか発売されなかったモデルなんですが、この個体は日本版のカートリッジも動くような処置がされていて、液晶画面もより見やすいものに交換されています。これは気軽にメガドライブのゲームがプレイできてなかなか良い機種です。ついでにこのノーマットの音質も比較してみます。ちなみにこのノーマットの音質はメガドラ1よりで、メガドラ2よりかは明らかに音質がいいんですけれども、この個体はなんか高音にキーンというノイズが混ざっていて、これは仕様なのかあるいは内部部品の劣化なのかがわからないので、あくまで参考という感じにさせてください。で、メガドライブは一応ステレオ音声で成り立っているんですけれども、このメガドライブ1ではですね、この背面にある端子からはモノラルしか出力ができないので、ステレオで聞きたい場合はこの前面にあるヘッドホン端子から音を出力する必要がありました。なので家でメガドラ1をプレイするときは、映像はこの背面の端子から撮って、音はこの前面のヘッドホン端子からテレビにつないでいました。メガドラ2はこの背面の端子からステレオ出力もできるようになっています。さらに細かいことを言うと、このメガドラ1だけでも製造時期の違いによって内部の基板のバージョン違いというものがいろいろありまして、 VA0 から VA7 まであるのかな。それぞれ音質も異なっているんですよね。なのでマニアの方々の間では、このバージョンの基板の音が良いとか、さらに高音質にするために改造を施している方もいらっしゃったりとか、メガドライブ音源はなかなか奥が深そうです。ちなみにこの個体は VA5 という割と音質が良いとされるバージョンらしいです。僕はメガドラ1は何個か持っているので、この個体はその小学生時代にようやく買ってもらえた個体とは異なります。メガドラ2については先ほどの小学生時代に手に入れた個体となります。で、メガドラ2もですね、内部的にはバージョン違いがあるようで、この個体は VA0 というバージョンなんですけれども、どうやら VA3 以降のバージョンはメガドラ2であっても音質が改善されているらしいです。ただ日本国内版のメガドラ2は VA2 までしか存在していなくて、 VA3 以降のバージョンが存在するのは海外版のみらしいとか、まだこの辺りは細かく調査できていないのですが奥が深そうです。それではいくつかの曲で音質比較をどうぞ。